皆さんこんにちは。今日のゲストは音響監督の瀬戸克之さんになります。今回、直樹マンがかなり興奮しています。なぜかというと、瀬戸さんは現在進行形で世界の大企業や各ジャンルのスペシャリストとお仕事をしている方で、あの映画アバターの制作チームが彼の元に音響を学びに来るぐらいのフィクサー的な存在なんです。ただそれだけではないんです。彼は音響を変態的に極めるあまり、心霊スポットやパワースポットの周波数を測定したり、国家機密にもなり得る人類を覚醒させる覚醒の超音波を研究していたりするんです。それは何なのか、ぜひご覧ください。ちなみに瀬戸さんは基本的にはメディアには出演しない人物なので、これからも僕のチャンネルでしか語らないと言っているので、これはかなりレアな動画になっています。では、彼が見ている世界とは。じゃあ、大丈夫ですか？もちろんです。ちょっとうちのスタジオ変わってるんですけど、一応ちょっと明るくしておきましょう。下がこれ網状になってて、これ実はスピーカーが下にも埋まっていて、はい、その上下すべてスピーカーがついているっていう。この数のスピーカー初めて見ましたよ。64個ですね、今のところ。64個。で、立体音響という今言葉、イマーシブオーディオとか、はい、今世間的にはサラウンドと言われてるんですけど、それを約26年研究独自でやっていて、はい、宇宙的な体感を、いかに音は本来宇宙ではないんですけど、その感覚値っていうものを低の周波数で体感させようかな。で、耳には聞こえないんですけど、細胞を振動させて、はい、無重力とは違った宇宙の感覚を今作ろうと。そんなことが可能なんですか？今、頭の中ではあります。ある意味、松明ってね、上行っちゃうような感覚も、こういった超音波とか、そうですね。もしかして疑似体験じゃないけど、僕は基本的にはダメージを受けないやり方っていうのを選出したいなと思ってますよ。ある一方のブーストってかなりのダメージを受けるんで、ただ、できれば体は健康でそのままでそれが見えるので一番究極じゃないですか。はい。その第一歩を開くのは超音波だと思ってますね。ちょっとこれお酒飲むと危ないですね。言っちゃいけないことバンバン言いそうで。うわそんないっぱいあるんですか？いや、もう、ほとんどやっぱり僕の場合は、守秘義務が、ライセンス、海外の仕事もいろいろやってるので、で、まだプロダクトとしてローンチしてないものは守秘義務上言えないんですよ。この先もいっぱいあるってことなんですか？この先そうですね。まず2025年いろいろフォーカスされてますけど。あれなんかあります？いや、物理的にも2025年はいろんなところは動き出します。会社的にも。話せる範囲でいいですか？一つは、エネルギー問題でいろんなものが枯渇し始めて人口が増えた時に、次のフォーマットを作んないといけないんですよってなった時に、2025年ってその80億人、要するにその人数で計算していくと、結構デッドラインなんですよ、このままいくと。生命体のその面積でいうと。今あるプラットフォームじゃもう限界だから、別の何かに変える必要があるよね。そうですね。ってことか。このタイミングでしょうね、シンギュラリティになるのは。でも変化も訪れるってことですよ。テクノロジーの変化は恐ろしく変わると思いますよ。見える風景は変わんないと思います、ロケーションは。ただ、僕らがスマホを持った時に変わったように、恐ろしいほど変わる。で、これは、それだけのデータ量のスピードが速くなるっていうことになるんで、データ量のスピードが速くなることによって、全ての形態が変わってきます。水は、記憶する媒体だっておっしゃってるその通りで、もう一つあるんですよ。水と石なんですよ。記録媒体の最高峰は石の鉱物になりますね。量子学 CPU というものが動く場合には必ずそのデータ量通信が速くなるんでそれが追いつかないといけないんで、量子学を入れざるを得ない。ただ量子学 CPU で今追いつけないのは記憶媒体なんですよ。その辺のところがこの辺でまとまるんじゃない。近くないですか？はい。もう実際に石と水に記録するところは僕データでもらってます。うわ、出てきた。もうやってるんすか？やってますね。僕もある都市伝説の領域の話かと思ってたらもうやってるんすか？はい。これはもちろんなんでかもしれない。もちろん P ですけど、この情報持ってます。うわ、めっちゃおもろい。もうそこまでいってるんだね。はい、そうなった時に 5G って正直体感値あまりないでしょ。仕方ないですよね、短波だから。これは不石です。答えは 7G です。6も大したことないです。6も飛び越えですか？はい。そんなに体感値上がんないです。7ですね。で、その先にそれに対応できるように2025年から発表がどんどん出てくると思います。うわー、転換期なんですね。転換期ですね。はあ、なるほどね。で、そうなってくるとスマホが果たして必要かってことになってくるじゃないですか。せっかくこんだけ早く情報をやってるのになんで打ち込むの？なんで喋んの？感じりゃいいじゃんっていう。その時に怖いのが一つ、電波は目に見えないんで、先ほどの電気の
現象と一緒で、それだけのものが人体を通過した時に人の感覚ってどういう風になるのかなって、僕今一つソーシャルのこの現れ方で攻撃的にマウントするっていうのは一つの通過点だと思ってるんです。それはやっぱり体に対するリラックスが、目に見えない情報量がこんだけ一気にした時にイライラするよねと。それを解放するっていうものを、ある意味ではバーチャルの自分を作ることによって、あるいはバーチャルからリアリティを求めて自分という人間像をマウントするときに、そういう風に織り出してきて、みんなが認め始めたときに、これが当たり前のソーシャルになると、よりデータ量多くなってイライラするものがより過激になるんで、あんまりよろしくない人間としての感覚値にはなりそうな気がしてますね。一つ、これはまだ言い切れないんですけど、電気というものが生命体ではないのかっていう疑問があるんですよ。うわ、電気が。そうです。電気が生命体？うん。こんな話聞いたことないですか？パソコン使うじゃないですか。今は皆さん使ってますよねって。でも仕事上いろんなパソコンを、量で言うとすごい使うんですよと。で、やっぱり時代でスペック上がっていくんで、遅いものはやっぱり必然的に時代が進むと早くなりますよね。例えば10年前で30万円で、10年後の今のやつが30万円でこっちはスペックいいよと。こっちいいよねと。もうこれいいかな。みたいな。悪口ではないですけど、連呼した時にパンと壊れることはよくあって、そんなことってよくパソコン持ってるとみんな起きてるんですよ。めちゃくそあります。ありますよね。じゃあなんでってなった時に、電気って行き着かないですか？もし電気が感情ってものがあったならばですよ。諦めますよね。要は僕たちがそういった意志であり、その電気に投げかけることによって、彼らもオフになるっていうか。でもそれで言うと、いや、わかんないですよ。電気ちょっと外れちゃうかもしれないですけど、もう不思議なことに、僕が例えば今家住んでて、次の家に引っ越したいなって、もうこの家ちょっと違うなってなり始めた途端に、いろいろと家の不具合が出てくるんですよ。エアコンがぶっ壊れたり、あれなんでやろうって思って、本当に露骨になんですよ。露骨ですよね。露骨なんですよ。意識とか意思って何ぞやってなった時に、電気ということになってくると。だからさっきの周波数出ないけど、変わってきて、ね、変わろうかなっていう時にどんどん不具合が出てきたりして、見えに見えない力働いてんな、これ、と思って。面白いことに、僕も、引き寄せの法則なんて信じてるか信じないか分かんないですけど、自分の意識が変わってるのか分かんないですけど、受け身ってわけでもないですけど、ステップアップしていくうちに、類は友よみたいな、もうこうやって出会いも増えて、自分が欲しいものとか願ったら、全てもう僕手に入れちゃったんですよ。今までの人生で会いたい人とかも全部。だから、間違いなくこの力じゃないけど、何か目に見えない力働いてるよねってやっぱ思ってて。正直に言いますね。そういう感覚になる人を作るために、買収してるんです。どういうことですか？これ直木マンのこの感覚は、狙ってます。人としての価値を上げていくためには、今までのプロダクトやメディアっていうやり方を変えないといけない。変えないといけない。そして誰にでも平等にチャンスを与えるということが重要だ。そうすることで手に入れなかった幸せを自分で作れるという自信になる。そんな人が売れていく。世の中がハッピーになるっていうことをやりたかったんです。要はインフルエンサーであり、そういった人たちが、を作りたかった。その情報は僕最初から持ってたんですよ。なのでそうなるよってことは僕の友達らも言ってたんですよ。何年前ぐらい？2013、4年あたりかな。で、その人たちがまた自分でメディアを持ってると自分の変化を表現伝えれるじゃないですか。で、悪い方向も見せるし、いい方向も見せる。で、それによってみんなが活性化されて、自分にも力があるって思って自分を信じるようになれば、自分のスキルを生かして社会貢献できるってことですよね。世界のメディアを統一する。その世界の統一したメディアから新しい人種を作るっていうコンセプトです。ほー、すごっ。瀬戸さん的には一人一人として役割ってあると思います？自分のスキルであり何々。ランダム的要素を作っていくことがその進化の過程で重要なんで、だから答え作ってないんですよ今。この AI には向かっていってるんですけど、まだ答えは作ってないんですよ。ずっとバーニングまで人燃やしてるんですよ。要するにあれはメッセージですよね。あれは世界的メッセージを、要するにお金の価値はなくなるぞ。その何もないところで自分たちの価値を作っていくんだぞっていう表現の場をが全面投資でやってるんですよ。発表されてるんですよ。知ってる方は関係者知ってると思います。すごいね。結構言ってますね。奇跡的にその受信したものの複合的な奇跡、時代性という器に乗っかった人なんですよ。で、これは計算してもできないし、選ばれた何かっていう。そうなった時に今度、量子力学のもつれ、縁っていうものになってきました。それは2代前のご先祖様の何かの思いなのかとか、また複雑なものになってくるんですよ。辿っていくとね。辿っていくと。で、実はそれが過去にあったトラウマっていうのが全てここで成功するためのものだったんだとか、
いろんなものがその器に乗るためのそのチャンスというものは積み重ねてたと思うんで、そうですね。これが引き寄せの法則になります。最高やわ。もし、ちゃんとした環境で撮りたいってなったらいいんですか？もちろん。来たるべきタイミングでメディアと向き合わないといけない。出た！最近、僕の元にいろんな人たちが、もうこれ世に出していいタイミングって言ってる人たちが多いんですよ。まさに僕も今そのタイミングです。やっぱこういう時期が近づいてるから、発表しないといけないなと思ってます。しびれるね。でもそれがまさか直木マンの番組とは思わなかったですね。早くテレビとかでもいいってことですか？いや、直木マンの番組じゃないとダメだっていうことです。僕がその好きな YouTube の番組が直木マンの番組で、嬉しい。そこで自分がいろいろ貯めてた情報をそこで出すんだっていうのはええんじゃないですか。嬉しい。で、計算したわけでもなく、後にも先にも直木マンの YouTube しかもう出ないでしょ。はい、皆さんこんにちは。今日も対談のお時間です。今日はなんと本当に楽しみにしてた音響監督の瀬戸克之さん。ありがとうございます、今日。いや、僕自身もかなり興味あったんで。ちょっと1ヶ月前ぐらいにね、瀬戸さんのスタジオに行って、軽く遊ぶ程度が2、3時間話しちゃって。確かにね。大丈夫でした、いろいろ。もうね、最高だったんですよ、あれが。反響も良くて、みんなもう興味、ドバドバもアドレナリンが。そう。なので今日はね、もうちょっとフォーマルな感じで、瀬戸さんの思想っていうか、はい、頭の中探りたいなと思って、はい、一般の皆さんが分かりやすい意味ではどういったお仕事を主に？そもそも音響って言葉も響きは分かってるようで分かんない存在だと思うんですけど、感じると音響く、はい、それはライブコンサートの方の PA さんとかも含まれるし、はい、イベント会場のスピーカー設置の人たちも含まれるおおよその言葉なんですけど、僕はその音響の中でも全般も踏まえて音響く空間の方を主軸にやってると、あとは耳に聞こえない超音波、それが人体に対してあるいはそれが社会的にどう使われてるかという研究を23年ほどやって23年アバターチームがそうですね、彼らも来ましたね。勝さんのところに学びに来るってことなんですか？要するに映画館も音響でサラウンドっていう形でシステムが入っていて、ただやっぱりここセンスの問題でどういう風に使っていいのかわからないっていうところで、僕は映像なしで音で先に音響っていうのを研究してたので、その技術を教えてくれないかというような。かなりのスペシャリストってことでね。さっきね、耳では確か20から2万ヘルツでしたっけ？人間が聞く過聴域は。そうですね。20Hz から 20kHz。20kHz。それ以外は聞こえない超音波になっちゃうってことですよね。世の中的にはこの 20kHz 以上超音波と歌ってるんですけど、超音波自体は耳に聞こえないものを中性的に言うので、低周波も超音波になります。音って結局、素粒子も全部振動してるから、音も振動じゃないですか。ある意味それって結構真理じゃないけど、全て物質を形成してる要因の一つだよねって考えると、超音波とか耳に聞こえないだけで体も震えてるし、すげえ影響出てるんじゃないかっていう人間に。音もそうですし、光もそうですし、電気もそうですけど、周波数。物理的に科学的に見ても、じゃあどこをもって生命体なのかっていうところの判断って、自ら振動しているものが生命体で、自ら振動しないものは生命体ではないっていうのが一応基準にはなってるんですよ。自ら振動してないのってどういう存在なんですか？例えばこうソファーとかって、パンパンパンと振動しているものって外的要因で振動してるじゃないですか。僕らは鼓動があって喋ったりとか、自らのエネルギーとして周波数を発信できるものが生命体だ。なるほどね。一気に深いとこ行っちゃいました。そうですね。どこまで行きますか？まあゆっくりね。その超音波とかいろんな街とかそういったところにも実は使われてるよっていう話をねお聞きして、実際に入ったりはしてるんですよね。いわゆるインフラってかなり国も企業もどういった街づくりしようかっていうのはいろんな考える人たちがいて、当たり前のインフラの中に犯罪が起きやすいところ、事故が起きやすいところってリサーチしてくると生まれてくるとなった時に、それを違うテクノロジーで軽減することはできないのかっていうプロジェクトに入ってます。それだけでめっちゃおもろい。呪術師じゃないけど、ある意味そんな感じですよね。だって結局例えば道路一つにしても開拓するってすごいお金かかりますよ、事故が起きるから道路の構造を変えますよって現実的ではないですよ。ないか。その信号の光であったりとかタイミングとかっていうのも構造上変えると全部の信号のシグナルのタイミングが変わっちゃうんで、見える風景を安心できるようにしたりとか、もっと言うと車乗る側の音であったりとか、テクノロジーでのそのバックミラーの見え方の綺麗であったりとかっていうところでカバーしないといけないじゃないですか。そんなもん操れるんですか？そうなってくると人工的に人間工学といういわゆるドイツから生まれたものが含まれてくると。そこが特にドイツ車とかで言うと、例えばバック入れた時ピーピーピーってなりますよね。なります。ああいう音も全部計算される。なるほどね。よく地震速報とか。そうですね、緊張感。
やっぱあの音ってやばいんですか？これ多分これからもどんどん変わっていくと思うんですよ、はい、緊張させることが果たして正解なのか、あるいは安心した音で冷静にすることが正しいのかっていうのは、そのスピード感ってあるじゃないですか、災害の。今後それはいろんな収集データのもとにどんどん変化していくものだと思いますけどね。ちょっとお聞きしたら、心霊スポットとかパワースポットも独特な周波数を出してるんですか？そうですね。実は僕ら音の世界で言うと、はい、耳に聞こえない先ほどの過聴域外の超音波っていう研究をしてまして、はい、それ用のマイクを開発したりしてるんですね。それで収録した時に周波数っていうのをグラフにして照らし合わせていくんですけど、人が不安になる周波数っていうのが存在するんですよ。それは何かっていうと、耳には聞こえないんですけど体で感じるっていう。僕が前回スタジオで体感したやつですか？まさにそうです。低いやつでしたよね、確か。みんなに共有したくて、あの感覚を。漫画でいう重圧を感じてるような、強キャラが来た時に、うわーみたいな感じの感覚ですよね。はい、心霊スポットとかああいうのが出てるんですか？心霊スポットは低周波でいうと 12Hz から 18Hz がランダムになっているのは僕らはデータでは持ってます。大体やばいって言われてるところですか？耳では聞こえないんですけど体で感じるから、それがスポットとして心霊と言われてしまうと、不快感が脳がそっちに感知しちゃって想像力が上がっちゃう。うわー、霊がいるかは分かんないけど、それはもうはっきりしないですか、瀬戸さんの中で。霊が何かいて作り出してるのか、あるいはもう周波数的に狂ってるからそういうのを生み出しちゃってるのか。物理的に言うと2種類のパターンでしょうね、はい、その霊というものを一旦存在を消して言うならば、心理学的に言うと怖いっていう認識がその人たちが今まで見た映像あるいは情報の中で想像してしまうので、脳がいわゆる高所恐怖症と似てるというか、想像力が勝ってしまって怖いという現象になると。怖い現象になると目に見えないものまでが幻想的に見えてしまう可能性もあるので、脳がトリップしちゃうんで、そのもう一方では本当に霊という存在があるかどうなのかというと、個人的にはあるとは思ってます。何かしら特殊なそういう周波数を出していると。この前ちょっと対談でもお話したんですけど、僕的には電気というものに生命体として一つあるんじゃないかっていう。帯電することによってそこが存在として自分のイマージュ、要するに考えていることや思っている思念とか理念なのみたいなものが形がなくても存在として残る可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってました。憎しみだとか何か思いが強い場合は、その存在理念の周波数ですよね、ぐわーっと思い込むようなものは湿気のあるところの水分のあるところには電気を帯びて帯電する可能性はあると。だから水が多いところでよく幽霊とか、その可能性は大きいでしょうね。いや、湿ってるところでよく幽霊出やすいとか、海とかそれこそ砂漠とかでは出ないかもしれない。多分砂漠も水あるのか。砂漠乾燥していると難しいでしょうね。ワンチャンそれが証明されちゃうかもしれない。だからその砂漠エリアで幽霊出るかどうかリサーチしてみたらどう？いや、おもろ。本当に科学的なこととそういうちょっとスピリチュアル的なことが研究していくと一緒だったりするかもしれないですもんね。簡単に縁であったり運であったりとかっていうのも、物理的に言うと運は運ぶで動けば動くほど出会いが増えるから、それは運がいいよねっていうチャンスが増えると同時に失敗も増えると思うんですけど、まあ確率の問題ですもんね。そうですそうです、確率の問題なんですよ。縁っていうものに関して言うと、これはいろんな取れ方ありますけど、はい、物理的に言うともつれって言い方になるので、ある程度科学的に縁っていうものは表現できるんじゃないのか。なるほどね。これも P 入っていいですけど、はい、瀬戸さん的に都内とか街中でここやべえみたいなの今までやりました？やばいというところからおはがきしますよね。前回お話に出たあそこが一番やばいんですか？あそこはやばいですね。あそこは僕自身何も知らないもう10代の頃から行っても不穏な空気ありました。感じてました。やっぱ感じてました。僕別に能力ないんですけど、能力者の方から言われるのがないと思うけど多分感じるよってよく言われるんですよ。新しい家借りる時も多分自然といいとこ選んでるらしくて、はいはい、第6巻か分かんないですけど、確かにあそこはもう結構有名ですよね。有名ですね。調べたら出てくるとは思いますけど、結構みんな言うんですよ。やっぱ、あそこはいろんな要因が絡んでるっていうね、だからこそ昔の先人の人たちはお金をかけていろいろ考えられたと思うんですけど、風水とかそうですね、こんないろいろ全然どうぞハイボール。ああ、そうですか。いただきます。今現在 AI を開発されてますけど、ここからその人間と同等ぐらいの知能の AI が生まれてくるって言われてるじゃないですか。はい。どれぐらいのいつぐらいなんですか、そのシンギュラリティみたいなことは。シンギュラリティ自体は始まってるとは思うんですよ。ただ得意点の急カーブの部分がどこなのかっていうのは企業の体力で変わってくると思うんですけど、まあでも孫さんとかは発表されましたよね、先月。言ってました？いろんな AMI とか AGI とかもっと言うと ASI、はい、で僕らはさらにその上の API っていう、まあこれはまだ世の中には出てない言葉なんですけどAPI っていうのが AGI に行くっていうことはソフトバンクさんは発表されて
ってましたよね、前回。人を凌駕するっていうことの実感はもう2025年から始まるだろうっていうのが。瀬戸さん的にはおそらくそこがシンギュラリティの得意点。なんかその災害バイナルで見てないですよね、2025の変わり方っていうのは。もっと経済的な変化だと思います。だってね、今は 5G やら言って、すげえ映画が4秒でダウンロードできるみたいな。まだ全然そんなことなくないですか？あれ嘘です。あれ嘘なんですか？俺散々コロナ中ぐらいにちょうどみんなね、来るのワクワクみたいな感じだったら。ハリウッドの映画と一緒ですよね。一番美味しいとこだけを CM で出したっていうことで、蓋開けるとそこ使っちゃったんかいっていう話で、技術はそうですけど、それはインフラとしては全然間に合ってないよねっていうのが答えで、実際 5G では何も起きないですよ。そうなんだ。その技術があるのは確かなんですか？ 5G は一応 7G に向けてやっていくっていうことの最初のスタートなんで、そこが本当の今 5G で語ってた夢が 7G のレベルで初めて。7G でみんな言ってたようなことが一気にインフラに導入され始めて、一瞬でその通信をやり取りできるような。ちょっとそこは個人的な見解になりますけど、今の半導体の問題とかもクリアになって、それから CPU のグレードアップ、いわゆる今の01の羅列じゃなくて、量子力学的な、量子、また判断のスピードが全然変わってくるんで、通信のスピードとハードのスピードが一緒に上がった時に、シンギュラリティの得意点がこうなっていくっていう。量子 PC、どんな感じなんですか、感覚。記録媒体の問題が今なお出てはいるんですよ。発送するっていうことを、その発送スピードを解釈できるかっていうメモリがまだ追いついていないんで、そこの追いついていない部分の特別な期間はあります。追いつかせるための。そこで出てる答えが、今鉱物でいう石ですよね。の成分のところから、今僕らが使ってる SSD とかハードディスクに変わるもの。液体としては水というのが今後の記録媒体、そのスピードに合うんじゃなかろうかっていうのが論文が各所出てるという状況ですね。水は記録するって結構言われてましたけど、本当に記録するんですか？水というものって形態変化するじゃないですか。その素材としてそれだけの変化を保てれるものの原型にあるわけですよね。火を入れれば蒸発して湿気にもなるし、氷にもなるし、こんだけ一つのものがこう形態変化として長いとこれ情報なんですよ。石もそうですね。まさにウランにしてもそうですし、鉄、亜鉛、いろいろマグネシウムとかいろいろいっぱいありますね。はい。記録することができるってことですよね。それがないとそもそも量子 CPU の開発なんて生まれないですよね。前回のスタジオの時に出たキーワードが気になるやつがあって、バーニングマン。フェスのですね。バーニングマン燃やしてて、あれ結構ちゃんとした意味があるんだよっていう。一説には多分知ってる方は知ってるんですけど、Google のバックアップがあるんで、燃やす人形の出資とか全部 Google 首脳チームがやってるんですよ。お金出してるんですけど、あのメッセージがお金を通用しないフェスを使って、物々交換。そうですね。摂理、その本来のお金以外の価値みたいなものを提案しつつ、人という形を燃やすっていうのは、ある程度いろんな形で紐解いていった方がいいとは思いますけど、それは Google の意図であると思いますよ。お金のない世界にしたいってことなんですか？今お金という基準が僕たちの基準になってるじゃないですか、生活として。間違いなく。でそれはもともと便利なものとして人と人のコミュニケーションを含めてフェアな状態を作るためのものがアンフェアを作ったじゃないですか、格差という、そこが人類的に本当の平和ってなると一番いいのがフェアですよね。フェアだろうね、ってなった時にはお金じゃない世界があってもいいんじゃないかっていう、少なくとも AI はお金の基準では動かない。ああ、そうか。AI 自身がそこは判断しないってことですよね。しないですね。あれめっちゃじゃあそういった意味ではフェアな世の中が。AI が判断した方が理想的なんじゃないかっていう議論は必ずこの先絶対に来ると思いますけどね。このように今この瞬間、この動画を構成する電気信号が Wi-Fi ルーターから発生する 2.4GHz または 5GHz の電波を介してデバイスに送信されています。みんなの思想、好み、企んでいる計画、プライベートのやり取りなど全て Wi-Fi ルーターから漏れてしまいます。そこで役立つのがスポンサーさんの ExpressVPN です。ExpressVPN を使用していれば仮想サーバーを通ることでトラフィックを 100% シャッフルしてくれるので、誰もみんなの活動を監視することができません。そして ExpressVPNのもう一つの便利な点は、サーバーが105カ国にまであるので、ワンクリックでデバイスの位置情報を切り替えられるので、自分が別の国にいると思わせることもでき、特定の国でしか見れない動画サイトにもアクセスして何千もの作品にアクセスすることができます。概要欄のリンクからであれば ExpressVPN を追加3ヶ月無料で使用可能になりますので、ぜひチェックしてみてください。
AI とか技術だけでいくと、結局、情報、人間の、僕たちの意識とかで記憶がコピペできて、それだって同じ人間なんじゃないって言い出しちゃったら、生命体のね、定義が、自ら振動してるものは生命体、振動してないのは違うよってことですけど。すでにもう起きてるんですよ。それはなんでかっていうと、世の中的に男性女性じゃない中性的な存在も認められジェンダーレスとか。ですね。それがいい例なんじゃないですか。その意識としてのオス、メスではないものが生物界の上で始まっているっていう。もう始まってるんですか？抽象的なものを求められるっていうことは、抽象的な存在が上であるっていうことの認識の始まりだと思うんですよ。はあ。生物的にも性別的にもそういう現象が起きている中で、それが国が認め始めたと。新しい存在を受け入れる状況には来てるんだなっていう気はしますけど。それはやっぱり情報社会の中でいろんな考え方があるよねという。村社会だったらある程度宗教に近い思い込みでずっと政治になるわけですよ。若い時からこんだけ iPad だったりネットに触れれる状況になった時に、思春期にそんだけの情報量を開発すると、男女じゃないですよね、もはやね。僕たちが若い頃は、ネットなんてなかった頃はね、真上にいる存在の声を聞くだけで、それが世界でしたもんね。先輩がいるとか、田舎にセルシオが多いなんてそういうことじゃないですか。とか確かに。お父さんヤンキーみたいな系図の中で、なんでそればっかり選ぶのとか。でもね、超音波とか研究なさってるじゃないですか。人間そのものの精神面とか感覚値を変えることも可能だっていう話で。僕らってこの環境に合わせて脳が働いてるじゃないですか。要するにそのアーカイブって、今までの過去の全部ね。どっかバックアップって絶対に必要だよねっていうのは脳の中にあると思ってるんですね。ただそれが生活水準の中で使わなければ、ひょっとしたら衰退していくのが必要じゃないと思って。でもデータとしてはどっかで残ってるんじゃないかっていう考えになった時には、ある周波数の刺激、電気でも超音波でも何でもいいんですけど、脳に当てた時に脳が使い切れてないものを外的要因で開けてあげる。やば。それが覚醒の超音波。そうですね。本来脳が持ってるスペックがあらゆる科学で物理的にその人間を作った時に世の中はどうなっていくのか。その研究としてうちは超音波は売ってはいなくて、レンタルという形で各業界のトップの人たちにやってるんですか？やってますね。やばいことやってますね。いや実際に研究今1206台。めっちゃあるじゃないですか。国内だと100台ぐらいしか回ってないですけど、海外回してますね。どうなるんですか、それ受けたら。それは僕の見解よりは、持ってなかった自分と持った瞬間にどうなったのかっていう素直な気持ちをゲストで呼んでいただいて聞いていただいた方が早いと思いますから。瀬戸さん自身は僕はずっと浴びてるからこんなことなんですずっと浴びてるんだ。ずっと浴びてますよ、そら。自分を被験者にしてずっとやってるんで、感覚は常に移動してます。すごくアバウトですごい楽しいもあれば、フォーカスファンとなる感覚もあればっていうのを、ある程度自分で周波数選んでやってるんですよ。でもっと言うと、これはあまり開示してないんですけど、もちろんピーナッチしていいんですけど、この案件に関してはこの感覚になりたいから、この周波数を事前に浴びておくっていうようなスイッチング。ちょっと役者に近いものはやってますね。俳優さんとか来ちゃうんじゃないですか？俳優さんも過去には仲良く、スイッチングのために。やば、やってるんすか？多分検索すると誰かとかいろいろ出てくるとは思いますけど。そんなことやってんだ、すごいね。最近だとアスリートの人たちも来てますし、メンタル。技術ではない感覚というものの動きで戦いに入れたりとか、天才肌はやっぱり感覚っていうものをすごい大事にされるんで、理論というよりはその自分の持ってるスペックを解放させることでどう広がるのかみたいな。以前瀬戸さんが言った自分の長期的な計画っていうのはそれですか？僕の長期的はその今の話したツールの一つになります。これ一つなんですか？一つになります。大枠は何なんですか？話せないんで。自分たちの技術によって仮にお金持ちの人たちの考え方が変わったり、あるいは権力を持った人たちがこういうピースな考え方に変わったりっていうことになればですよ、変わり方は早いよねっていう。早いですね。環境によってそこのリーダーたちによって価値観、それからリーダーシップの評価みたいなもの全て変わってくるんですけど、そこが一つの共通点として認識できる感覚ですよね。話してって話し合える感覚っていうものをラジオの周波数みたいな形で、チューニングがもし超音波で脳でできるのであらばですよ、それは実験としてやることによって世の中がどう変わるのかっていうのはすごくプロジェクトとしては中心には置いてますと。なので一般のインフラには落としてないんですよ。影響力のある人たちにこの超音波という技術を落とした時に世の中がどう変わるのかという実験のためのものなんで、だから自己出資なんですよ、100%。それはもう本当に純粋にできた自分のつながりの方々に渡してるんですか？縁で出会ったこの人たちっていう人たちに欲しいとあらば2年間のレンタルで貸すっていう。体に当て続けたりするんですか？基本的には会社に置かれる人たちもいるし、置いとけばいいんだ。そうですね。すげえ、そんなんがあるんですね。ここで受けられるよみたいなのもないですよね、別に。開示はしてませんが、ここに行くと勝手に当たっているっていう箇所はあります。
P いるので、僕だけ好奇心で聞いていいですか？主要なところ。まずは東京の。そうなの？それから、入ってるんですか？入ってます。この周りはないですか？この周りないですね。ないこの周りはないな。ないのか。まずは、パワーが集うところっていうのはそれだけリスキーなので、エネルギーって摩擦じゃないですか。カロリー高くなるんで、ポジティブなパワーがあるということは、裏を返せばネガティブな要素がそうか。そのパワーの強いところには、ポジティブに行く思考の周波数を流しておけば、ポジティブを維持できるかなという一つの選択肢です。これもう P かもしれないですけど、政府と一緒にですか？これは、言い方変えると、洗脳と取られる可能性もありますよ。いや、そうですよね。ですよね。ここかなりケアフルで、これに関しては今開示してません。国なのか、発注元か、企業なのかっていう。やば。いるにはいるってことですか？裏に。そうですね。うわー、実験っちゃ実験。そうですね。やっぱりその実験っていうのをベースに導入させてもらってます。どれぐらいからやってるんですか？おおよそ2005、6年あたり。めっちゃ前じゃないですか。結構前です。その時から完成してるんですか？完成はしてないですね。アップデートですね。常に。うん。一瞬話変わっちゃうかもしれないですけど、瀬戸さんのその量子力学的な生き方、ほとんど全部受け身で自分がどこまでいけるのか。そうですね。その感覚って自分の発する言葉、思想、一つ一つにその振動じゃないけど周波数があって、そういった生き方をしてたらこういった現実になったみたいなのが実体験であるってことですよね。僕が思い込みという力が、いかに科学的に物理的に成功率を上げるのかどうかっていうのは、各所いろんな分野であるじゃないですか。スポーツの選手、例えばイメトレとかそうですね。イメトレもそうですね。成功の思い込むという力がいかに重要なのか。これは裏を返せば危ないじゃないですか。宗教的要素で。そうか。普段生活している中で思い込んでいくというポジティブな方法みたいなものをカリスマを通して今後提案していきたいなというふうには思ってますね。それをなぜやったのかっていうのは自分が実体験としてあったからなんですよね。あら、前回も言いましたけど、ラブ&ピースって言い続けてたらどうなったんでしたっけ？いや、まあ、結構モテました。いや、本当に振動とか周波数とか、引き寄せの法則じゃないですけど、分かってない人は分かんないですよ、やっぱ。その感覚値も。そこは本当に、その結果がある人たちはその思い込むっていう感覚を信用できるけど、その結果のない人はまだその思い込みが、力がね、分かんないじゃないですか。こんなことあるっていう。しかもその繋がり方も、悪い方向に行ってるかと思いきや、結果めっちゃいいところにたどり着けた感じだったんですよ。僕は常に希望を持ってれば、一回落ちてもいいところに繋がるっていうあれがあるので、持ち続けた結果、なんでこんなうまくいっちゃったのみたいな。この感覚って何って YouTube 始めた頃から感じ始めてるんですよ。唯一好きだったバンドも、唯一見て YouTube を直樹マンだよとか言ってくれたり、いろいろシンクロニシティみたいな偶然の一致が積み重なって、この感覚って多分みんなも得られるよって思ってて、瀬戸さんと話したら、そういう感覚があるんだよっていうのをね、てかまあそういう世界だよっていうか、人間にはそういう力がある意味あるっていう。それは物理的に今 AI もそうだし超音波もそうなんですけど、あらゆる角度で思い込みっていうものの解析は今後出てくると思いますよ。脳波調べたりとか。もうすでにやってたりもするんですか？うちはやってますね。やってますし、全く関係ない実験もやってます。どういうことですか？わかりやすく言うと、正月毎回おみくじ引いたり再生投げたりしますよね。僕今神社を1円から始まり5円になり15円になり50円になり100円になり500円になり5000円1万円10万円100万円っていうのが1年間でどう変わっていくのかっていう到達に今向かってるんですよ。100万円も投げるんですか？今年100万円やろうとしてるんですよ、最終地点を。でも1回待とうと思って来年にしようと思ったんですよ。そこ協力しますよ。それを自分で出さないといけない。そう金振りまくるもダメなんですよ、ね。それは違うんですよ。自分のリスク。いや、そう信念。いや、そこにどういう思いが。それで自分の見える風景がどう変わるのかっていうのを1年間見るっていう。それがまた面白いことが起きるんで、それ次回にしましょう。ちょちょっとだけ。もう結果出てるんですか？地元が神戸なんですけど、神戸は神戸で港川神社があって、生田神社があってって行くんですけど、東京ではなぜか縁があって成田山に行くんですよ。ある友人といつも毎年行くんですけど、金額を上げていって10万円をお賽銭に入れた瞬間から変わりましたね。どう変わったんですか？まず、お賽銭10万円を入れた瞬間から、神社の方からお声かかったんですよ。そんなことあるんですか？いや、そんなことあるんだと思って。何百万、何万人ワンチャン来る。成田さんなんて有名じゃないですか。そうですね。今僕の名前入ってるんですよ。それだったら名前入れますよっていうことで、別に名前を入れてもらうことがゴールじゃなかったし、ゆかりで言うと僕、東京は地元ではないんで、ただ縁ができちゃったんですよ、そこで。それはなんか申請したわけじゃなくて、ポロッと入れただけですか？たまたま入れたっていう10万円ってハードにした時にそういう風になった。
稲荷神社っていうのが成田山の横にあって、そこに名前が入ったことによって、いつも拝むのが自分の名前も入ってるわけじゃないですか。その念っていうのは、今回仕事を去年ずっとやってて、今年もすでにいろいろ動いてるんですけど、僕は営業一切やってないんで。全部来たものを。そうです。完全な受け身っていう受け身。僕も奇跡的に行けたっていう、まあ、紹介でね。そうですね。受け身であるその受け皿に対する情報量はすごいですね。いっぱい入ってくるようになったってことですか？そう、だからそこはまた解析したいなと思ってます。うわ、不思議。いや、不思議なんですよ。そこを物理的に判断したいと。そんな嘘みたいな話あんのっていうものを嘘じゃなかったんだよっていうデータで提供できるようにして、それが意識なんだよってことがちゃんとリンクすれば、皆さんその信じる力でいろんなビジョンを持って、その世界に行けるじゃないですか。面白いことしてますね。そう、今そういう実験やってます。そういったことも別ベクトルでやっている。自分の人生を通じて量子的な目に見えないものを研究してるってことですよね。そうですね。あと1ヶ月間納豆をずっと食べたらどうなるのかとか、そういうことも。それ普通に物理的になんか良さそうだけど。菌っていうもので人って構成されていて、細胞で構成されている以上、菌を徹底して分けていくと性格って変わるのかなとか、そういうこともやってます。僕も学生の時にパニック障害になったんですよ。食べるものだと思って、いろいろ変えていったんですよ。全然違うんですよ。それこそ僕の友人が完全ビーガンになった途端、もちろん物質的なものだと思いますけど、科学的に。それこそもう性欲がなくなったりとか、僕、ここ最近体調崩しかけて、メンタルはパニック症でも何でもないので元気なんですけど、感じるんですよ。これお腹から、そう。感じるんですよ。最近はもう分かるんですよ。これお腹からこの感情を送ってきてるなっていう、ざわざわしたのを出してきてるなって、今はなんか冷静だから分析ができて。経験値のもとでね。そう。これはいろいろ P 入ると思うんですけど、やっぱ大腸筋が結構重要になった時に、科学的なものを入れると、みだらになってくると、その感覚は脳に直結すると思っていて。いや、本当にね、イライラしたりとか、不安になったりとか、それもろに最近食ってるものでダイレクトに来るから。なるほど。じゃあ一旦休憩して、今感覚変えるものをお渡ししましょう。今日持ってきてるんで。持ってきてるんですか？はい、今日持ってきてます。まさかこんな会話になると思ってなかったんで。嬉しい。さっき僕ちょっと覚醒の飲んだじゃないですか。やばいでしょ。なんて表現すればいいんだろうな。軽くはなった。ここが。五臓六腑が大事だよっていう感覚はっていうことを伝えたかったっていう。あまり考えなくてよくなったっていう。いやー、正解。感覚的になりましたよね。ちょっと解放されたような。上がるよね。解放っていう部分は皆さん自分で分かんないから義務教育で教えてもらえないんで、でもなんか毎日ハッピーでいきたい。自分の感覚でずっとハッピーだったらいいのになって戦う人たち多いと思うんですよ。それはある程度物理や科学を研究すると自分をコントロールすることはできますよってことだけは提言したいっていう。全然一瞬関係ないこと言っていいですか？瀬戸さんのやばさをみんなに知ってもらうために国家機密レベルのいやいや、言わなくていいですよ、何かとは。研究者とか技術者ってなると、ある意味アインシュタインも核を作ってあれが核爆弾になっちゃったじゃないけど、みたいなこともやっぱあるじゃないですか。そういったことに過去、ちょっとすれ違ったこともあるにはあるんですか？中国の案件ではありました。ちょっと、中国、兵器兵器ではないんですけど、その洗脳するということが共産党の一つの考え方。自由な発想よりは、みんなそれに従っていくという考え方においての技術に、超音波は活かせますかという発注ありましたよ。断ったんですか？もちろん。ちなみに洗脳は簡単なんですか？超音波で。誤解を恐れずに言うと、超音波でもある種できますなんですよ。要は外的要因のいろんなランダムなものがないと、一つのツールだけで人のマインドってそんな簡単に変わらないんですよ。もっと言うと、兆候一つでも変わりますよねっていう。湿気、湿度によっても変わってきますよ。朝話すのか夜話すのか変わってくる。空腹時で話すのかお腹いっぱいの状態で話すのか変わってくる。理論的な要素を踏まえた上でどう攻め込んでいくのかっていうのはありますよね。ただ僕はあんまり興味なかった、そこには。そんな来るんですか？洗脳のためにやってないから。解放のためにやってる。いや、本当に逆っすよね。逆なんですよ。真逆の話だったんで。冗談なしに、これまで YouTube にアップするとするじゃないですか。いろんな人の目にさらされるわけで。絶対近寄ってくるじゃないですか。瀬戸さん的には大丈夫なんですか？まあやっぱりもつれですよね。縁という。そのふるいで関わっていくのはもうそういうことなんじゃないですかね。またある程度の覚悟を持って今日来てますから。かっこいい。それはメディアに出るっていうのはある種その覚悟がないと。そうですね。僕らみたいにもともとメディアに出ない人間が出てるわけですから。そうですよね。以前言ってたのも出ないのも自分の軸がブレちゃうからっていう。そうですね。直木マンとの波長であったり、もともと直木マンの動きっていうものを YouTube で見てたっていうリスペクトもあったんで、どこかで自分がやってる研究の答えをどっかにアーカイブで残さないといけないなっていう意味では、ちょうどいい機会だったと思います。前回のスタジオ遊びに行った時に声褒めてくれたじゃないですか。みんなの反響でも、わかるわかるみたいなのがいっぱい来て、声って大事だよねっていう、それもね、すべて音であり、振動数であり、ある程度の周波数が出てるってことですもんね。
ある方がこれからプレゼンテーションをやるっていう上でいつも反発する人たちがいるよと。サラリーの世界だとマウントの世界って当たり前のように横にあるじゃないですか。稼ぐためには上に立たないといけないといういろんな秩序があると思うんですけど、そんな中でパワーを出しているとパワーとのパワーの戦いになるんで派閥ができるじゃないですか。そこを改善したいっていうオーダーがあってご意図に行かれた方はある会社の社長になりましたね。いい声で話した時に人の変わり方は変わるよっていうのを伝えた、話し方であり、やっぱりリズム、メロディー、ボリューム、そこに周波数っていうのは結構キーワードですよね。もちろん声以外にもその人が無意識に出してる意思的なものもおそらく複合的です。複合的ですよね。そこが相まったら最強の。ただツールとしての聴覚っていうのはすごい大きなことだと思います。なぜならこれちょっと名前は出せないですけど、ある有名な映画監督がラジオは成立するけど映画でミュートすると映像は成立しないっておっしゃったんですよ。どんだけいい映像のストーリーを編集で作ってる、それだけいかに音声というものが大事なのかっていう。確かにね。周波数の中でも一番分かりやすいのは音になるんですね。工業的にも魚群探知機含めとか、その周波数超音波でやって工業製品カットしたり、実用性も高いんで、人体に対していかにその超音波がどういう影響を与えるかっていうのは過去にあんまりなかったんですよ。どちらかというと倍音とか。楽器とかですよね。そうですそうです。ある意味、医療とかにも音が。まさに超音波で。そういうふうに。おそらく今後ね、物体を浮かせたりも。物体もそうですし、今、ヨーロッパでは光を曲げる研究やってますね、超音波で。光を曲げる？素粒子を曲げるっていう。ライトセーバーみたいなのが作れちゃうってことなんですかね。ライトセーバーがこっちから曲がる。いや、兵器化したらやばそう。ほとんどの兵器で、先ほどの国家機密の話の延長線上で言うと、僕が所有している前回体感してもらった水の味を変えた超音波ありますよね。あれはすでに軍事的要因で、もちろんちょっと周波数幅は違うんですけど、使われてますよ。あれがこの前超音波浴びてお水どうなりました？柔らかくなったのか。そうですよね。水を柔らかくする。水が柔らかくできる兵器って想像できないですか？言っていいですか？はい。潜水。はい。魚雷なんですよ。先端のとこから軟水して進む。すごっ。でもほとんどはやっぱり最先端の技術は一回軍事に集まります。皆さんの電子レンジももともとね。そうですよね。ルンバとかもね、そうですね。実際にでもそれ大々的にみんなに見せたりしたら、すごってなっちゃい。もうエンターテインメントでもいいですし、水の下には違う世界があって音が、上がると違う音が鳴ってるとか、そういうような差も見せたりとか映像でやったら面白いかもしれないですけど。大人数使った実験とかだったら、いいサンプルにもなりそうだし。そうですね。そういったことも、ちょっと考えますか、じゃあ。マジで、お願いします。はい、全然いいですよ。なんか最後にみんなに言いたいことあります？もう言い尽くしたのかもしれないけど。どうすかね。でも何よりも自分がリスペクトしてる、いろんな都市伝説会話ある中でも、直木マンの番組に出れたっていうのは、すごく光栄なことですし。また、ここの客層いいじゃないですか。はい、コメント見てると、はい。そういったことも踏まえて、逆にここに出れたのは良かったなと思うんですけど。それがメッセージですか？これがメッセージ。もう感謝じゃないですか。感謝しかないです。いや、嬉しい。なかなか発表する場もないんで、エンターテインメントの世界でいる自分は、エンターテインメントに対するコール&レスポンスをしてるんで、収めてるその心の中での技術であったりとか、実はこういうことやってんだよねっていうキーワードが出せる発表の場がこう持ってたっていうのは、これ多分地上波では難しいと思うんで、良かったなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、プライベートでは仲良くさせてください。そうですね。ご飯好きなんで、お互いね。喋るのが大好きで。あと俺の周りのいろんなクリエイターも本当に面白いことやってるんで。うわ、そうなんですね。ご紹介したいなと思います。いや、ありがとうございます。いや、じゃあそんな感じで。今日は本当、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。